私は、あの雨の夜のことを、今でも忘れることができません。令和7年、10月の冷たい雨でした。嫁の家の玄関先に立った私は、呼び鈴を押す直前、手を止めました。中から聞こえる笑い声。暖かい光。私は、そっとかかとを返し、闇の中へ消えました。誰にも気づかれることなく、誰にも知られることなく、これは、ある母親の30年にわたる秘密の物語です。家族を守るため、私が選んだ沈黙、そして、思いもよらない形で訪れた、贖罪の日々、最後に明かされる、衝撃の真実、物語は、ここから始まります。私の名前は、水野房江と申します。今年で73歳になりました。生まれも育ちも、神奈川県の湊町、青葉浜といる小さな町です。夫を10年前に亡くし、それからずっと一人で暮らしてきました。息子は一人、名前は拓也、45歳になります。結婚して15年、妻の名前は舞。二人の間には、小学生の孫が2人います。拓也は、横浜で小さな IT 企業を営んでいます。従業員5人ほどの、本当に小さな会社です。舞は、看護師として総合病院で働いています。真面目で、しっかりした女性です。私と嫁の関係は、決して良いものではありませんでした。いいえ、悪かったのは、この私でした。若い夫婦の生活に、口を出しすぎました。干渉しすぎました。5年前のある日、拓也から言われました。母さん、少し距離を置きたい。その一言が、どれほど私の心をえぐったことか。でも、息子の言葉は正しかったのです。それから、会うのは年に2度だけになりました。お盆と、お正月、孫の顔を見られるのも、その時だけ、寂しかった。本当に寂しかった。でも、それが息子の幸せならば、そう自分に言い聞かせて、5年が過ぎました。そして、あの日、運命を変える、一本の電話がかかってきたのです。10月15日、午後3時過ぎのことでした。私はいつものように一人、古いアパートの部屋で過ごしていました。携帯電話が鳴りました。見慣れない番号でした。もしもし、水野房江様でいらっしゃいますか？低く、どこか威圧的な男の声でした。はい、そうですが、息子さんの会社のこと、ご存知ですか？心臓が、ドクンと跳ねました。何か、ありましたか？実は、息子さんの会社、資金繰りが厳しいようでして、男の声は、冷たく続きました。当社から500万円お借りになっています。頭が真っ白になりました。500よろず円。拓也が、そんな大金を、返済が3ヶ月と滞っておりまして、このままでは、法的措置を取らざるを得ません。男の声には、脅しの響きがありました。息子さんのご家族、お子さんもいらっしゃいますよね。その言葉に、私の体が震えました。孫たちの顔が、浮かびました。私が、払います。気がつけば、そう言っていました。自分でも驚くほど、はっきりとした声でした。ほう、お母様が、男は、少し驚いたようでした。でも、500万円という金額、すぐにはご用意できないでしょう。では、まず300万円を頭金としていただけますか？残りは、分割でお支払いいただくことになります。私には、夫が残してくれた貯金がありました。老後のために、大切に守ってきた600万円、迷いはありませんでした。わかりました。ただし、息子には絶対に言わないでください。私は、そう付け加えました。もちろんです。これはお母様と当社だけの約束です。男は、満足そうに答えました。では、詳しい話をさせていただきます。電話を切った後、私は長い間、動けませんでした。窓の外では、雨が降り始めていました。冷たい秋雨が、ガラスを叩いていました。これでよかったのだろうか。でも、他に方法はなかった。息子を守る、孫たちを守る。それが、母親としての最後の務めだと思いました。翌日、指定された場所へ向かいました。横浜の港近く、古い喫茶店でした。クラゲという名前の、薄暗い店でした。男は、50代半ばくらいでしょうか。黒いスーツを着て、鋭い目をしていました。名刺には黒崎工業黒崎隆一と書かれていました。これが300万円です。私は、
震える手で封筒を差し出しました。黒崎は中を確認し、満足そうにうなずきました。残り200万円と利息、合計で350万円になります。月々15万円。24回払いでいかがですか？計算しました。私の年金は月に13万円。生活できなくなります。でも、私はうなずきました。お願いします。ただし、一度でも遅れたら、黒崎の目が冷たく光りました。息子さんに連絡させていただきます。その言葉が脅しではないことは分かりました。私はただうなずくしかありませんでした。喫茶店を出ると雨は上がっていました。空には灰色の雲が重く垂れ込めていました。私の人生もこの空のように暗くなっていくのだと思いました。それから私の生活は一変しました。毎月15万円の返済、年金だけでは足りず、貯金を切り崩す日々、食事を減らし、電気も最小限、病院にも行かなくなりました。でも、息子には言えませんでした。拓也の家族を守るため、それだけが私を支えていました。そして、8ヶ月が過ぎたあの夜、雨が降っていました。冷たい秋の雨でした。私は、拓也の家の前に立っていました。手には、最後の5万円を入れた封筒、孫へのお年玉のつもりでした。玄関の明かりが、暖かく灯っています。中から、笑い声が聞こえます。拓也の声、舞の声、孫たちの声、私は、呼び鈴に手を伸ばしました。でも、押せませんでした。今の私を見たら、心配させてしまう。痩せて、やつれて、みすぼらしい姿、息子に、負担をかけたくない。私は、そっと手を引きました。そして、静かにかかとを返しました。雨が、顔を濡らしていきます。涙なのか、雨なのか、もうわかりませんでした。これが、あの夜の真実です。でも、物語はここで終わりません。この後、私を待っていたのは、想像もしなかった運命の出会い、そして、30年前の秘密が明かされる、衝撃の真実でした。私、水野夫妻は昭和27年生まれです。神奈川県の青葉浜という小さな港町で育ちました。今から70年以上前の話になります。父は町の小さな造船所で働いていました。母は近所の魚屋を手伝いながら3人の子供を育ててくれました。私は3人兄弟の真ん中でした。兄が1人、妹が1人。青葉浜は本当に小さな町でした。商店街には八百屋、魚屋、豆腐屋、そして銭湯、みんなが顔見知りで、困った時は助け合う、そんな温かい町でした。子供の頃、毎朝、港まで走って行ったものです。漁船が戻ってくるのを見るのが好きでした。潮の香り、カモメの鳴き声、漁師さんたちの威勢のいい声、今でもはっきりと思い出せます。小学校は海沿いの古い木造校舎でした。クラスは30人ほど、みんな幼い頃からの知り合いでした。6年生の時、隣のクラスに転校生が来ました。雄一という名前の男の子でした。東京から来たと聞きました。無口で、どこか寂しそうな子でした。当時、私は学級委員をしていました。先生から、雄一の世話を頼まれました。水野さん、よろしくね。最初、雄一は誰とも話しませんでした。休み時間も一人で本を読んでいました。でも、時々、港の方をじっと見ていました。ある日、私は勇気を出して声をかけました。雄一くん、一緒に遊ばない。彼は少し驚いた顔をしました。そして、小さくうなずきました。それから、私たちは友達になりました。放課後、よく一緒に港を歩きました。雄一は、少しずつ話してくれるようになりました。父さんが船乗りでね、いつも海にいるんだ。母さんはもういない。小さな声でそう言いました。私は何も言えませんでした。ただ、隣を歩きました。卒業式の日、雄一が言いました。房江ちゃん、ありがとう。君のおかげでこの町が好きになった。それが最後の会話でした。中学校は別々になり、雄一は中学2年で東京に戻りました。それきり、会うことはありませんでした。でも、時々思い出しました。あの寂しそうな目をした少年のこと。私は、高校を卒業後、
横浜の銀行に就職しました。事務の仕事でした。毎日、電車で通いました。真面目に働き、お金を貯めました。24歳の時、お見合いをしました。相手は、水野健二という男性でした。横浜の商社に勤める、真面目なサラリーマンでした。初めて会った時、緊張しました。でも、健二さんは優しい人でした。穏やかな笑顔で、ゆっくりと話してくれました。半年後、私たちは結婚しました。青葉浜の小さな神社で、式を挙げました。父も母も、喜んでくれました。新婚生活は、横浜の小さなアパートで始まりました。2DK の古い部屋でした。でも、2人には十分でした。結婚して1年後、拓也が生まれました。小さな赤ちゃんでした。初めて抱いた時の感触、今でも覚えています。私は仕事を辞めて育児に専念しました。健二さんは朝早くから夜遅くまで働きました。それが当時の普通でした。拓也は手のかからない子供でした。よく笑い、よく眠り、すくすくと育ちました。私の宝物でした。幼稚園、小学校と順調に成長していきました。勉強もよくでき、友達も多かった。スポーツも得意で、サッカー部に入りました。でも、私は少し過保護だったかもしれません。何でも先回りして、心配して、転んだら駆け寄り、泣いたら抱きしめ、健二さんからよく言われました。ふさえ、少し距離を置いてあげなさい。子供は自分で学ぶものだ。でも、私には難しかったのです。大切な息子を守りたかった。傷つけたくなかった。拓也が中学生になった頃、健二さんの体調が悪くなりました。最初は、ただの疲れだと思っていました。でも、検査の結果は、胃がんでした。それから、5年間、私たちは、病気と戦いました。手術、抗がん剤、入退院の繰り返し、拓也は、よく父親の世話を手伝ってくれました。高校生なのに、文句一つ言いませんでした。優しい子に育ってくれたと思いました。健二さんは63歳で亡くなりました。最後の言葉はこうでした。ふさえ、ありがとう、拓也を頼む。夫を見送った後、私は一人になりました。拓也は大学を卒業し、IT 企業に就職しました。真面目に働き、将来を考えていました。30歳の時、拓也が結婚しました。相手は、舞という看護師でした。しっかりした、明るい女性でした。最初は、本当に良い関係でした。お母さんと呼んでくれました。一緒に買い物に行ったり、料理を教えたり、でも、次第に私は、また口を出すようになりました。こうした方がいいわよ。拓也は、こういうのが好きなのよ。舞は、最初は我慢していました。でも、ある日、言われました。お母さん、私たちのやり方があります。もう、干渉しないでください。その言葉に、私は傷つきました。息子のためを思って言っているのになぜ、分かってくれないのか。それから、少しずつ距離ができました。拓也も、妻の味方をするようになりました。当然です。夫婦なのですから。でも、私は寂しかった。息子が、遠くへ行ってしまう気がしました。そして5年前、あの言葉を言われたのです。母さん、少し距離を置きたい。心が壊れそうでした。でも、反論できませんでした。私が間違っていたのだと、頭では分かっていました。それから、私は一人で暮らすようになりました。年金で、こまごまと生活しました。友人もいましたが、次第に疎遠になりました。毎日、同じ日々の繰り返し、朝起きて、質素な食事を作り、テレビを見て、眠る。時々、拓也から電話がありました。元気？元気よ。本当は、寂しくて。でも、それを言えば、迷惑をかける。だから、いつも明るく答えました。そんな生活が、5年続きました。そして、あの電話がかかってきたのです。黒崎工業からの、その瞬間から、私の人生は再び変わりました。でも、不思議と後悔はありませんでした。息子のために何かができる。それが私にとって唯一の救いだったのです。母親として最後に息子を守れる。そう思えることが私の支えでした。たとえ
自分が苦しくても、たとえ誰にも理解されなくても、これが私の選んだ道でした。黒崎工業への返済が始まって3ヶ月が過ぎました。私の生活は日に日に苦しくなっていきました。月に15万円の返済、年金13万円から引けばマイナス2万円です。貯金を切り崩すしかありませんでした。夫が残してくれた大切なお金、老後のために守ってきたお金、それが月に5万円ずつ減っていきました。食事は1日2食に減らしました。朝は白湯だけ、昼はもやしと豆腐の味噌汁、夜はご飯と漬物、肉はもう何ヶ月も食べていません。魚も安い切り落としを週に1度だけ、野菜は見切り品を選びました。スーパーで値引きシールが貼られるのを待ちました。夜8時を過ぎると3割引きになります。他のお年寄りたちと一緒に待ちました。みんな同じような境遇なのでしょう。でも誰も何も言いませんでした。ただ黙って値引きシールを待つのです。電気代を節約するため、夜は早く寝るようになりました。夏は扇風機だけで過ごしました。エアコンはもう使いません。35度を超える日も我慢しました。汗が止まりませんでした。めまいがして倒れそうになったこともあります。冬はさらに厳しかった。暖房は最小限にしました。室内でも厚手のセーターを3枚重ね着しました。手がかじかんで動かなくなりました。足先の感覚がなくなりました。夜、寒くて眠れないこともありました。友人との付き合いも断るようになりました。月に一度、集まりがありました。喫茶店でお茶を飲みながら、おしゃべりをする会です。でも、もういけませんでした。コーヒー一杯、400円、ケーキセットなら800円。私には高すぎる贅沢でした。最近、体調が悪くて、用事があって、そう言って、断り続けました。友人たちは、最初は心配してくれました。電話をくれたり、家に来ようとしたり。でも、私はすべて断りました。大丈夫、大丈夫、心配しないで、笑顔で答えました。次第に、連絡も来なくなりました。寂しかった。でも、仕方ありませんでした。4ヶ月目のある日、膝が痛み始めました。階段を上がるとき、激痛が走りました。買い物袋を持つと、膝がガクガクしました。病院に行くべきでした。でも、医療費が怖かった。初診料、検査代、薬代、いくらかかるか、わかりません。我慢すれば、そのうち治るだろう。そう思いました。でも、痛みは増すばかりでした。ある日、スーパーの階段で、転びそうになりました。手すりにつかまって、なんとか耐えました。後ろにいた若い女性が、声をかけてくれました。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。また、嘘をつきました。女性は、心配そうに私を見ていました。でも、私は早く去りたかった。惨めな姿を見られたくなかった。5ヶ月目、体重が5キロ減りました。鏡を見ると、頬がこけていました。目の下には、深いクマができていました。自分でも、驚くほど老け込んでいました。ある日、近所の人に会いました。同じアパートに住む、田中さんという女性です。水野さん、大丈夫、驚いた顔で、私を見ていました。ちょっと風邪気味で、無理しないでね。田中さんは、優しい人でした。でも、それ以上は聞きませんでした。踏み込まない。それが大人の付き合いです。6ヶ月目、私は質屋に行きました。夫が買ってくれた結婚指輪、40年以上ずっとつけていた指輪。これ、いくらになりますか？店主はルーペで見ました。しばらく黙って見ていました。3万円です。思ったより安かった。でも、選択肢はありませんでした。お願いします。指輪を外すとき、涙が出そうになりました。夫との思い出、幸せだった日々、すべてが消えていくようでした。店を出た後、空っぽになった薬指を見ました。白く、日焼けの跡が残っていました。40年間、そこにあったものの証。私は泣きませんでした。泣いている余裕もなかったのです。7ヶ月目、返済日の前日、私の財布には1000円しかありませんでした。貯金残高は3万円を切っていました。どうすればいいのか、黒崎に
電話をしました。手が震えていました。もしもし、水野です。はい、冷たい声でした。今月の返済、少し待っていただけませんか？困りますね。本当に、お金がないんです。沈黙がありました。長い沈黙。では、息子さんに連絡しましょうか。その言葉に、背筋が凍りました。それだけは、お願いです。じゃあ、払ってください。来週まで、待っていただけませんか。利子が増えますよ。それでも構いません。私は、頭を下げる思いで言いました。お願いします。黒崎は、ため息をつきました。わかりました。1週間だけです。でも、次はありませんよ。電話を切った後、私は床に座り込みました。体が震えていました。涙が止まりませんでした。声を殺して泣きました。誰にも聞かれないように、誰にも知られないように、なぜこんなことになったのか。でも、答えは分かっていました。息子を守るため、孫たちを守るため、それが私の選んだ道でした。1週間後、なんとかお金を作りました。冬物のコートをリサイクルショップに売りました。食器もいくつか売りました。夫の形見の腕時計も手放しました。集めたお金は12万円。足りない3万円は次の年金から払うしかありませんでした。黒崎にお金を渡しました。彼は無表情で受け取りました。次は遅れないでくださいね。その目は冷たく私を見ていました。まるで獲物を見るような目でした。私はただうなずくしかありませんでした。8ヶ月目の秋、商店街で偶然息子に会いました。母さん、拓也は驚いた顔をしていました。久しぶりに見る息子の顔、少し疲れているように見えました。元気よ。私は笑顔を作りました。拓也こそ、元気、まあね。拓也は私をじっと見ていました。母さん、痩せたね。ダイエット中なの。嘘でした。また、嘘をついてしまいました。そう。拓也は何か言いたそうでした。でも、何も言いませんでした。じゃあ、また、私は早く去りたかった。これ以上話すと、泣いてしまいそうでした。母さん、振り返ると、拓也が立っていました。困ったこと、ない。その優しい声が胸に刺さりました。ないわよ。大丈夫。そう。ならいいんだけど、拓也は不安そうな顔をしていました。でも、それ以上は聞きませんでした。私は逃げるように去りました。心の中で、ごめんねと繰り返しました。ごめんね、拓也。でも、これが母さんの選んだ道なの。あなたを守るための道なの。9ヶ月目の冬、私は風邪をひきました。最初は、ただの風邪だと思いました。少し熱があって、咳が出る程度、市販の風邪薬を飲んで、休めば治るだろう。でも、治りませんでした。熱が下がらず、咳はひどくなる一方でした。体が鉛のように重かった。起き上がるのも辛くなりました。病院に行くべきでした。でも、お金がありませんでした。財布には1500円、貯金残高はゼロでした。薬局で一番安い風邪薬を買いました。300円のものでした。でも、効きませんでした。3日目、熱は39度を超えました。体が燃えるように熱い。でも、手足は冷たくて震えていました。布団の中で丸くなりました。窓の外では冷たい雨が降っていました。雨音だけが部屋に響いていました。4日目の朝、目が覚めると部屋が回っていました。天井がぐるぐると回る。立ち上がろうとして倒れました。床に顔をぶつけました。痛みは感じませんでした。ただ、体が動かない。このまま死ぬのかもしれない。そう思いました。不思議と怖くはありませんでした。むしろ楽になれるかもしれない。この苦しみから解放されるかもしれない。そんな気持ちでした。でも、ふと拓也の顔が浮かびました。孫たちの笑顔。まだ死ねない。私は必死で這いました。床を這って、携帯電話まで手が震えて番号が押せませんでした。何度も、やっと押せました。救急車を呼びました。住所を教えてください。オペレーターの声が遠くに聞こえました。私は必死で答えました。青葉浜3丁目12番地アパートサンライズ
22号室。そこまで言うと、意識が遠くなりました。気がつくと、病院のベッドにいました。白い天井、消毒液の匂い、点滴の針が腕に刺さっていました。目が覚めましたね。看護師が優しく声をかけてくれました。肺炎です。重症でした。もう少し遅かったら危なかったですよ。その言葉の意味がすぐにはわかりませんでした。私は死にかけていたのです。医師が来て説明してくれました。細菌性肺炎です。栄養失調もかなり進んでいます。このまま入院して治療が必要です。少なくとも2週間は入院費用。頭が真っ白になりました。お金がない。費用は、医師は優しく微笑みました。高額療養費制度があります。それでも多少はかかりますが、命の方が大切です。私はただうなずくしかありませんでした。3日目、拓也が病室に来ました。母さん、慌てた顔で駆け寄ってきました。どうして連絡してくれなかったの？病院が緊急連絡先に電話したのでした。私は何も言えませんでした。こんなになるまで拓也の目に涙が浮かんでいました。なぜ一人で抱え込むの？舞も来てくれました。子供たちも一緒でした。おばあちゃん、孫たちが心配そうに見ていました。小さな手で私の手を握ってくれました。温かかった。ごめんね。私はやっと言いました。心配かけて。拓也は私の手を握りました。これからちゃんと頼ってよ。一人じゃないんだから。その言葉に涙が出ました。もう我慢できませんでした。声を出して泣きました。拓也は黙って手を握っていてくれました。舞もそっと肩に手を置いてくれました。孫たちは不安そうに見ていました。どれくらい泣いたでしょうか。涙が枯れるまで泣きました。母さん、何か隠してない。拓也が静かに聞きました。最近、様子がおかしいって近所の人から聞いた。心臓が止まりそうになりました。何もないわよ。また嘘をつこうとしました。本当に拓也はじっと私を見ていました。お金困ってない。言えませんでした。息子に心配をかけたくない。借金のことを知られたくない。大丈夫よ。私は笑顔を作りました。年金でちゃんと暮らしてるから。拓也は納得していない顔でした。でも、それ以上は聞きませんでした。何かあったら、すぐ言ってね。わかったわ。私は、うなずきました。拓也たちが帰った後、私は天井を見つめました。白い天井。涙が、また流れました。ごめんね。拓也、また嘘をついてしまった。でも、言えないの。あなたの会社を守るため、あなたの家族を守るため、それが、母さんの最後の役目なの。入院して1週間、体調は少しずつ回復していきました。点滴のおかげで栄養も取れました。熱も下がりました。でも、心は重いままでした。入院費用のこと、退院後の生活のこと、返済のこと、考えれば考えるほど出口が見えませんでした。ある日、黒崎から電話がありました。水野さん、今月の返済、まだですよ。冷たい声でした。入院していまして、それは聞きました。でも、約束は約束です。退院したら、すぐに、いつですか？来週には、待っています。電話は、切れました。私は、携帯電話を握りしめました。手が、震えていました。どうすれば、いいのか、もう、お金はありません。売るものも、ありません。頼る人も、いません。夜、眠れませんでした。暗い病室で、天井を見つめました。窓の外には冷たい月が出ていました。この先、どうやって生きていけばいいのか、答えは見つかりませんでした。ただ、一つだけ分かっていたこと、息子には絶対に言えない、それだけでした。10日目、退院の日が決まりました。もう大丈夫です。医師は、そう言ってくれました。でも、無理はしないでください。栄養のあるものを、ちゃんと食べてください。定期的に、検診に来てください。私は、うなずきました。でも、心の中で思いました。栄養のあるものなんて、食べられない。検診にも、来られないかもしれない。拓也が、迎えに来てくれました。母さん、しばらくうちに来ない。ちゃんと、食事も作るから。
大丈夫よ。私は断りました。自分の家が落ち着くから。でも、本当に大丈夫。拓也は心配そうでした。でも、強く言えませんでした。5年前のあの言葉があるから、距離を置こう。と言ったのは息子でした。今更甘えられない。そう思いました。アパートに戻りました。冷たく、暗い部屋、誰も待っていない部屋。私はソファに座りました。そして、長い間、動けませんでした。これからどうすればいいのか、絶望だけが部屋を満たしていました。退院して3日後、私は黒崎工業に向かいました。今月の返済をしなければなりません。でも、お金はありませんでした。入院費用で残っていたわずかな貯金も消えました。次の年金支給日まで、あと2週間、それまで待ってもらうしかありませんでした。横浜の港近く、あの古い喫茶店クラゲ、重い足を引きずって向かいました。膝の痛みはまだ治っていませんでした。店に入ると、黒崎がいました。いつもの席に座って、コーヒーを飲んでいました。私を見て、顔をしかめました。遅いですよ。水野さん、冷たい声でした。すみません。私は頭を下げました。お金は、それがまだ用意できなくて、黒崎の目が鋭く光りました。また、ですか、入院費用で、すべて言い訳は聞きたくありません。彼はテーブルをはたきました。周りの客がこちらを見ました。2週間、待ってください。年金が入ったら、すぐに、私は必死で頼みました。黒崎は舌打ちをしました。毎回、いい加減にしてください。本当に申し訳ありません。私は深く頭を下げました。お願いします。しばらく沈黙がありました。黒崎は私をじっと見ていました。その目には何か複雑な感情があるように見えました。わかりました。意外にも彼はうなずきました。2週間だけです。ありがとうございます。私は何度も頭を下げました。でも、利子は倍になります。それは嫌なら今すぐ払ってください。私には選択肢がありませんでした。わかりました。立ち上がろうとしたとき、膝に激痛が走りました。体が傾きました。テーブルに手をついて、なんとか耐えました。大丈夫ですか？黒崎が立ち上がりました。少し驚いた顔をしていました。はい、大丈夫です。私は笑顔を作りました。失礼します。店を出ようとしたとき、黒崎が言いました。水野さん、振り返ると、彼は複雑な顔をしていました。無理しないでください。その言葉が意外でした。はい、私は店を出ました。心臓がバクバクしていました。黒崎の最後の言葉、あれは何だったのか。その日の夕方、私は港を歩いていました。どこへ行くあてもなく、ただ歩いていました。海を見ていると、少し心が落ち着きました。カモメが鳴いていました。潮の香りが懐かしかった。子供の頃、毎日見ていた海。ベンチに座って、ぼんやりと海を見ていました。夕日が水面をオレンジ色に染めていました。綺麗だな、と思いました。綺麗ですね。突然、隣から声がしました。驚いて、振り向きました。黒崎でした。スーツ姿のまま、そこに立っていました。偶然ですね。彼は、そう言って隣に座りました。私は、緊張しました。この港、よく来るんですか？黒崎が、静かに聞きました。昔から、そうですか。彼は、海を見ていました。私も、この港が好きなんです。意外でした。冷たい黒崎が、こんな話をするなんて、子供の頃、よくここで遊んでいました。彼は、遠くを見るようにいました。もう、50年以上前の話ですが、そうなんですか。私も、海を見ました。私も、この近くで育ちました。へえ、黒崎は、少し驚いたようでした。どのあたりですか？青葉浜です。青葉浜。黒崎が、私を見ました。その目に、何か光るものがありました。もしかして、ずっと青葉浜に、生まれも育ちも、そうですか。沈黙がありました。波の音だけが聞こえていました。黒崎が口を開きました。水野さんは昔、小学校の学級委員でしたか？心臓が止まりそうになりました。青葉浜小学校の
はい、そうですが、なぜ、それを、黒崎は、深く息を吐きました。やはり、ふさえちゃん、ですよね。ふさえちゃん、その呼び方、誰かが、昔、そう呼んでいた。あなたは、私は、震える声で聞きました。まさか、ゆういちです。彼は、静かに言いました。覚えていますか？頭の中が、真っ白になりました。ゆういち、転校生の、ゆういち。君、信じられませんでした。本当に。黒崎。いえ、ゆういちはうなずきました。50年ぶりですね。50年。寂しそうな目をしていた少年。いつも、港を見ていた少年。どうして、私は、混乱していました。どうして、あなたが、長い話です。ゆういちは、海を見ました。でも、今日は話しません。ただ、一つだけ、彼は、私を見ました。ふさえちゃんだとわかっていたら、こんなやり方は、しませんでした。その言葉の意味が、すぐにはわかりませんでした。どういう、今は、まだ言えません。ゆういちは、立ち上がりました。でも、約束します。必ず、すべて話します。そう言って、去っていきました。私は、ベンチに座ったまま、動けませんでした。黒崎が、ゆういち、あの少年が、こんな姿になぜ、闇金融なんて何があったのか、そして、あの最後の言葉、こんなやり方はしませんでした。どういう意味なのか、頭が混乱していました。でも、心の奥で何かが動いた気がしました。小さな希望の光、もしかしたら何か変わるかもしれない、そんな予感がしました。夕日が海に沈んでいきました。オレンジ色の光が少しずつ消えていきました。でも、私の心には小さな光が灯っていました。ゆういち、あの少年が今目の前にいる。それが何を意味するのかまだわかりませんでした。でも、これが運命の分岐点になるとは、この時の私はまだ知りませんでした。家に帰る道、私の足取りは少し軽くなっていました。膝はまだ痛かった。体はまだ弱かった。でも、心に小さな明かりが灯っていました。その夜、久しぶりにぐっすりと眠れました。夢の中で、子供の頃の港が見えました。ゆういちと一緒に歩いている夢。ふさえちゃん、ありがとう。あの時の、あの言葉、目が覚めた時、頬が濡れていました。涙が流れていました。でも、悲しい涙ではありませんでした。何かが変わり始めている。そう感じました。3日後、ゆういちから電話がありました。ふさえさん、会えますか？声は穏やかでした。はい、私は答えました。いつですか？今日の夕方、港のベンチでわかりました。電話を切った後、心臓が高鳴っていました。何を話されるのか、不安と期待が入り混じっていました。夕方、約束の場所へ向かいました。ゆういちはもう来ていました。スーツではなく、カジュアルな服装でした。来てくれて、ありがとう。彼は立ち上がりました。座ってください。二人でベンチに座りました。しばらく沈黙がありました。波の音だけが聞こえていました。ふさえさん、ゆういちが口を開きました。まず、謝らせてください。謝る。彼は深く頭を下げました。本当に申し訳ありませんでした。何がすべてです。ゆういちは顔を上げました。目に涙が浮かんでいました。実は彼は深く息を吸いました。息子さんの借金、嘘でした。頭の中が真っ白になりました。嘘。息子さんは当社から1円も借りていません。信じられませんでした。どういうことですか？これはある組織の命令でした。ゆういちは震える声で言いました。私はその組織の一員なんです。組織。その言葉の意味がわかりました。まさか、ヤクザです。ゆういちは、はっきりと言いました。黒崎組の幹部です。頭がクラクラしました。あの優しかった少年が、ヤクザに、なぜ、私は、震える声で聞きました。なぜ、そんなことを、組織の資金集めです。ゆういちは、目を伏せました。弱い立場の老人を狙って、金を巻き上げる。それが、私の仕事でした。吐き捨てるように、言いました。最低です。では、私が払った300万円は、すべて、組織に入りました。月々の返済も、ゆういちは、
拳を握りしめました。すべて、詐欺です。犯罪です。私は、言葉が出ませんでした。この8ヶ月間、必死で払ってきたお金、夫の形見を売り、指輪を手放し、すべてが、嘘だった。なぜ、涙が、溢れてきました。なぜ、私を、ランダムに選ばれたんです。雄一は、苦しそうにいました。一人暮らしの高齢女性、息子がいる人、脅せば、払うだろうと、そう判断されました。最初は、私も何も思いませんでした。彼は、拳を震わせました。ただの仕事だと。でも、あの日、港で、房江さんを見たとき、すべてが変わりました。雄一は、私を見ました。子供の頃、助けてくれた人、唯一、優しくしてくれた人、その人を、私は騙していた。地獄に突き落としていた。涙が、彼の方を伝えました。許してください。雄一は、深く頭を下げました。でも、許されることではありません。私は、何も言えませんでした。怒りも、悲しみも、何も感じませんでした。ただ、空っぽでした。房江さん、雄一が、顔を上げました。必ず、お金は返します。300万円と、これまでの返済金、すべて、返します。私の貯金を使って、でも、組織にはバレないように、時間がかかります。少しずつ、返していきます。そんな、私は、やっと声を出しました。あなたが、そんなことをしたら、いいんです。雄一は、きっぱりと言いました。これが、私の償いです。それに、彼は、海を見ました。もう、この世界から抜けます。組織を、抜けるんですか？でも、それは危険では、命を懸けても、抜けます。雄一の目には、強い決意がありました。もう、こんな人生は嫌だ。房江さんを苦しめて、やっとわかりました。私は、間違っていたと、しばらく、二人は黙っていました。夕日が、海を赤く染めていました。雄一くん、私は、静かに聞きました。なぜ、ヤクザになったんですか？彼は、遠い目をしました。父が、暴力団員でした。母は、私が小さい頃に亡くなりました。父に連れられて、各地を転々としました。青葉浜には、半年だけいました。あの時だけが、幸せでした。房江ちゃんが、優しくしてくれたから、友達になってくれたから、初めて、普通の子供になれた気がしました。でも、すぐに東京に戻されました。父の組織に、戻されました。そして、そのまま、この世界に、雄一は、顔を覆いました。選択肢なんて、なかったんです。生まれた時から、この道しか、私は、彼の肩に手を置きました。雄一くん、辛かったですね。その言葉に、雄一は声を上げて泣きました。50年間、誰にも言えなかった苦しみ、誰にも理解されなかった孤独、すべてが、溢れ出すように、ごめんなさい。何度も、何度も、本当に、ごめんなさい。私は、ただ黙って、彼の肩に手を置いていました。海風が、冷たく吹いていました。どれくらい、そうしていたでしょうか。雄一は、やっと落ち着きました。房江さん、彼は、赤く腫れた目で言いました。一つ、お願いがあります。何ですか？息子さんには、この話をしないでください。私が組織を抜けるとき、トラブルになるかもしれません。巻き込みたくないんです。お金は、必ず返します。でも、しばらく時間をください。雄一は、必死で頼みました。私は、考えました。拓也に、話すべきか。でも、雄一の言う通り、危険があるかもしれない。わかりました。私は、うなずきました。でも、無理はしないでください。ありがとうございます。雄一は、深く頭を下げました。それから、彼は、封筒を取り出しました。これ、受け取ってください。何ですか？当面の生活費です。50万円、入っています。そんな、受け取れません。お願いします。雄一は、私の手に封筒を押し付けました。これは、私の償いの始まりです。受け取ってください。私は、封筒を握りしめました。重かった。この重さが、雄一の決意の重さなのだと思いました。ありがとう。私は、言いました。でも、気をつけてください。はい。雄一は、微笑みました。子供の頃の、あの笑顔でした。房江ちゃん、はい。もう一度、言わせてください。ありがとう。昔も、今も、
あなたに救われました。その言葉が胸に染みました。二人は立ち上がりました。別れるとき、雄一が言いました。また、会えますよね。私は、うなずきました。必ず、雄一は、深く頭を下げて、去っていきました。背中が、少し寂しそうでした。私は、しばらく海を見ていました。すべてが、夢のようでした。でも、手の中の封筒が、現実を教えてくれました。これから、何が起こるのか、雄一は、無事に組織を抜けられるのか、不安でした。でも、同時に思いました。人は、変われるのだと、雄一が、それを証明してくれました。夕日が、完全に沈みました。空は、深い青色に染まっていました。星が、一つ、二つと輝き始めました。長い夜が、終わろうとしていました。雄一と別れてから、2週間が過ぎました。私は、彼がくれた50万円で、生活を立て直していました。久しぶりに、温かい食事を食べました。病院にも行くことができました。膝の治療も始めました。医師はもっと早く来るべきだったと言いました。でも、今からでも遅くないと少しずつ体が回復していきました。痛みも和らいでいきました。心も軽くなっていきました。でも、雄一のことが気がかりでした。組織を抜けると言っていた。大丈夫だろうか。ある日、拓也から電話がありました。母さん、元気。元気よ。よかった。拓也は安心したようでした。最近、顔色がいいね。ちゃんと食べてるから。そう。それならいいんだけど、母さん、拓也が少しためらっていました。今度の日曜日、うちに来ない。みんなで食事しようって。舞も子供たちも待ってるから。久しぶりの誘いでした。5年ぶりかもしれません。いいの、もちろん。拓也の声は温かかった。母さんは家族だから涙が出そうになりました。ありがとう。行かせてもらうわ。日曜日、私は拓也の家に向かいました。あの雨の夜、引き返した玄関。今日は晴れていました。呼び鈴を押すと、すぐに開きました。おばあちゃん、孫たちが飛びついてきました。大きくなったわね。笑顔が眩しかった。舞も笑顔で迎えてくれました。お母さん、お久しぶりです。久しぶりね。リビングにはたくさんの料理が並んでいました。すごい。お母さんの好きなもの作りました。家族で食卓を囲みました。温かい食事、温かい会話、温かい笑顔。どれほどこの時間を待ち望んでいたことか。食事の後、拓也が言いました。母さん、実は話があるんだ。何？会社のこと。心臓がドキッとしました。ずっと苦しかったんだ。資金繰りが厳しくて、何度も倒産しそうになった。やはり、経営は厳しかったのです。でも、拓也は笑顔になりました。最近、大口の契約が取れたんだ。本当に、これで何とかなりそうだ。よかった。心から、そう思いました。息子の会社が立ち直る。それが何より嬉しかった。母さん、拓也が真剣な顔で言いました。何か隠してることない。この前の入院の時からずっと気になってた。母さん、何か抱え込んでないか。私は考えました。雄一のことを話すべきか。でも、約束したのです。大丈夫よ。私は微笑みました。もう、何もないわ。嘘ではありませんでした。もう、借金はないのですから、雄一がすべて解決してくれたのです。その夜、家に帰ると、雄一から電話がありました。房江さん、会えますか？今からですか？はい。大事な話があります。声は少し震えていました。わかりました。港で待ち合わせました。雄一は包帯を巻いていました。どうしたんですか？組織と揉めました。彼は苦笑いしました。でも、何とか抜けられました。無事で、よかった。はい。もう自由です。雄一は大きな封筒を取り出しました。これ、全額です。300万円と、これまでの返済金、合計で420万円、すべて返します。私は封筒を受け取りました。重かった。この重さが、雄一の人生の重さなのだと思いました。貯金、全部使ったんですか？いいんです。でも、これから
まっとうに働きます。雄一は、まっすぐ私を見ました。建設会社で、働き口を見つけました。一から、やり直します。もう、二度と悪いことはしません。その目は、真剣でした。雄一くん、私は、彼の手を握りました。あなたは、変われた。それが、何より素晴らしいことよ。房江さん、雄一の目に、涙が浮かびました。あなたのおかげです。子供の頃も、今も、あなたに、救われました。いいえ、私は、首を振りました。あなた自身が、決めたことよ。変わろうと、決めたのは、あなた。私は、何もしていない。そんなことありません。雄一は、涙を拭きました。房江さんの優しさが、私を変えたんです。二人は、しばらく海を見ていました。月が、きれいに出ていました。波が、静かに打ち寄せていました。これから、どうするんですか？私が、聞きました。まっすぐ行きます。働いて、お金を貯めて、いつか、小さな店でも持ちたいです。素敵ですね。房江さん、雄一が、恥ずかしそうに言いました。その時は、来てくれますか？もちろん、私は、笑顔で答えました。一番に、行かせてもらうわ。ありがとうございます。雄一は、深く頭を下げました。本当に、ありがとうございます。別れ際、雄一が言いました。房江ちゃん、はい、幸せになってください。あなたこそ。二人は、笑い合いました。子供の頃のように、家に帰る道。私の心は軽くなっていました。すべてが、終わったのです。いいえ、新しく始まったのです。雄一の、新しい人生。私の、新しい日々。翌日、私は銀行に行きました。420万円を預けました。夫が残してくれたお金は戻ってきませんでした。でも、いいのです。それは、雄一の未来への投資だったのですから。そして、何より、私は学んだのです。人はいつからでも変われると、過ちを償うことができると、家に帰ると、拓也から電話がありました。母さん、今日は楽しかったね。ええ、本当に、これから、もっと会おう。家族なんだから、その言葉が胸に染みました。家族、私には帰る場所があったのです。窓の外を見ると、夕日が沈んでいました。綺麗なオレンジ色の空、明日もきっと晴れるでしょう。私はお茶を入れました。ゆっくりと味わいました。久しぶりに心から美味しいと思いました。人生にはいろいろなことがあります。苦しいことも悲しいことも、でも必ず朝は来る。そう、信じていいのだと、今、わかりました。あれから3ヶ月が過ぎました。季節は春になっていました。桜が咲き始めていました。私の生活は大きく変わりました。週に一度、拓也の家に行くようになりました。孫たちとたくさん遊びました。舞ともゆっくり話すようになりました。お母さん、最近本当に元気ですね。舞が笑顔で言いました。ええ、幸せだからよかった。舞さん、ごめんなさい。私は言いました。昔、たくさん迷惑をかけて、もういいんです。舞は優しく微笑みました。お母さんもからかったんですよね。一人で寂しかったんですよね。その言葉に涙が出ました。ありがとう。これからは家族ですから。舞が私の手を握ってくれました。暖かかった。本当に暖かかった。ある日、隆一から連絡がありました。房江さん、会えますか？港で。お願いします。約束の場所に行くと、隆一がいました。作業服を着て、日焼けしていました。健康的に見えました。お久しぶりです。元気そうね。はい。毎日働いています。隆一は嬉しそうでした。建設の仕事、面白いです。体は疲れますが、心は軽いです。よかった。私は心から思いました。まっとうに生きるって、こういうことなんですね。隆一は空を見上げました。毎朝、太陽を見るのが楽しみです。堂々と生きられるから。房江さん、彼は私を見ました。あなたのおかげで人生が変わりました。隆一くん、本当にありがとうございました。彼は深く頭を下げました。もう、頭を下げないで。私は言いました。あなたはもう償ったわ。これから前を向いて歩いて。はい。隆一は
涙を浮かべて笑いました。実は、彼は恥ずかしそうに言いました。彼女ができたんです。まあ、本当に同じ現場で働いている女性です。素敵ね。過去のこともすべて話しました。それでも受け入れてくれました。隆一の顔は幸せそうでした。よかったわ。いつか結婚したら房江さんを招待させてください。楽しみにしてるわ。二人は笑い合いました。別れるとき、隆一が言いました。房江ちゃん、子供の頃と同じように呼んでもいいですか？もちろん、ありがとう。いつまでも友達だからね。隆一は大きく手を振って去っていきました。背中がまっすぐになっていました。もう迷いはないのでしょう。私はしばらく海を見ていました。春の海はキラキラと輝いていました。カモメが気持ちよさそうに飛んでいました。この数ヶ月、いろいろなことがありました。絶望の淵に立たされました。死を覚悟したこともありました。でも、今、こうして生きています。幸せに生きています。人生は不思議です。思いもよらない形で救いが訪れる。思いもよらない再会が人生を変える。隆一との再会、それがすべての始まりでした。もし、あの日、港で会わなければ、もし、隆一が私だと気づかなければ、私はどうなっていたでしょうか。でも、それは起こりませんでした。運命は私たちを再び出会わせたのです。そして、私は学びました。人はいつからでも変われる。過ちは償える。そして、許すことができる。隆一は悪いことをしました。私を騙し、苦しめました。でも、彼は償いました。そして、変わりました。それが何より大切なのだと思います。家に帰る道、商店街を歩きました。八百屋のおじさんが声をかけてくれました。水野さん、元気そうだね。おかげさまで、最近、よく笑うようになったね。そうですか。いい顔してるよ。その言葉が嬉しかった。豆腐屋の前を通ると、いい匂いがしました。いらっしゃい。揚げ豆腐、ください。久しぶりに好きなものを買いました。お金の心配をせずに家に帰ると、拓也から電話がありました。母さん、来週の日曜日、空いてる。どうしたの？孫の誕生日なんだ。一緒にお祝いしよう。もちろん、行くわ。プレゼント、一緒に選んでくれる。喜んで、拓也の声は嬉しそうでした。電話を切った後、私は笑っていました。自然に笑顔になっていました。窓の外を見ると、桜が満開でした。ピンク色の花が風に揺れていました。綺麗だな、と思いました。そういえば、あの雨の夜、嫁の家の前で引き返した夜、あれは私の秘密でした。誰にも言わなかった秘密。でも、今ならわかります。あの夜、私が引き返したのは、息子を本当に愛していたからです。自分の惨めな姿を見せたくなかった。心配をかけたくなかった。ただ、それだけでした。母親の愛は、時に不器用です。時に、間違った形になります。でも、それでも愛なのです。今、私は幸せです。家族がいます。帰る場所があります。そして、新しい友人もいます。隆一という昔からの友人が、人生はまだ続きます。73歳の私にも未来があります。明日があります。これからどんなことが待っているでしょうか？わかりません。でも、怖くはありません。なぜなら、私は学んだからです。どんな暗闇にも必ず光がある。どんな絶望にも必ず希望がある。そして人は決して一人ではない。必ず誰かが見ていてくれる。必ず手を差し伸べてくれる。だから諦めてはいけない。生きていれば必ず道は開ける。これが私の物語です。ある母親の秘密と再生の物語。もし今苦しんでいる人がいたら、この物語を思い出してください。必ず朝は来ます。必ず春は来ます。必ず笑える日が来ます。だから諦めないで生きて、生きて、生き抜いて、私がそうしたように、隆一がそうしたように、人生は美しい。生きることは素晴らしい。桜の花びらが一枚窓に舞い降りました。ピンク色の小さな花びら、優しく、儚く、
美しい人生もこの花びらのよう短いけれど美しい。だから大切に生きよう。一日一日を一瞬一瞬を。私はお茶を入れました。窓辺に座ってゆっくりと飲みました。桜を見ながら春の風が優しく吹いていました。新しい季節の始まりです。私の新しい人生の始まりです。ありがとう。すべての出会いに、すべての別れに、すべての苦しみに、すべての喜びに、そしてありがとう。この人生に。私は水野房江、73歳。今日も生きています。明日も生きていきます。幸せに。最後まで聞いてくださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。